自由とは、誰からも必要とされない地獄である。定年退職の日。花束を抱え、同僚たちの拍手に送られて会社も出た。昨日までの私は、100人以上の部下を抱える部長だった。だが、守衛室に社員証を返した瞬間、私はただの60歳の男になった。翌朝、いつものように6時に目が覚める。体に染みついた習慣だ。しかし、急いでネクタイを締める必要はない。パソコンを開く理由もない。スマホは沈黙している。昨日まで鳴り止まなかったメールも、LINE も、一件も届かない。これが、夢に似た自由か。そう自分に言い聞かせ、入れたてのコーヒーを飲む。だが、その味は驚くほど薄かった。1週間が過ぎ、1ヶ月が過ぎる頃、私は気づき始める。自由とは、解放ではない。社会からの追放なのだ。無職という方が気に耐えられなくなった私は、開業届を出した。最近の YOUTUBE では、盛んに定年後は副業から自営業へと煽っている。これまでの人脈と経験があれば、なんとかなると思っていた。名刺を作った。肩書きは経営コンサルタント。だが、その名刺を渡す相手がいない。元部下や取引先に連絡をしてみる。相手の反応は冷ややかだ。かつての経緯は、私が部長だったから向けられていたものだ。ただのフリーランスの老人に、貴重な時間を割くビジネスマンはいない。これが現実だ。会社を離れた人間に、かつての組織の力は1ミリも残っていない。老後に1000万円問題への不安から、無理に投資や副業に手を出す。だが、長年組織に守られてきた人間に、荒野で生き抜く術はない。カモにされるのが関の山だ。高額な企業セミナー、怪しい投資案件。焦れば焦げるほど、退職金は目減りしていく。人間には、群れから外れることを恐れる本能がある。現代において、その死は社会的な死として現れる。平日の昼間、スーパーのレジに並ぶ。周りは主婦と高齢者ばかりだ。現役世代が忙しく働いている時間帯に、自分がカゴを持って並んでいる。その光景に、大が大衆知心を感じる。孤独は、静かに精神を蝕む。誰とも話さない日が続く。声の出し方を忘れそうになる。コンビニの店員にレジ袋はいりませんというだけで、喉が震える。再就職の道も探した。ハローワークで提示されるのは、警備、清掃、介護。かつての年収の3分の1にも満たない求人票。私は部長だったんだ。その言葉を飲み込む。プライドが生存本能の邪魔をする。だが、そのプライドこそが最大の癌細胞だ。厚生年金が振り込まれる通帳を眺める。かつての月給に比べれば、あまりにも心もとない数字だ。これだけで生きていくには、生活レベルを劇的に下げるしかない。妻との関係も変化する。低主元気で留守がいいという言葉は、冗談ではない。24時間、家で顔を合わせる夫。家事もせず、居場所もなく、スマホばかり眺めている夫。妻にとって、それはストレス以外の何者でもない。家庭内での孤立。居場所を求めて図書館へ行くが、そこには居場所のない老人が溢れている。これが、私たちが目指した幸せな老後の正体か。自営業という名の虚像を追いかけるのは、延命措置に過ぎない。無職という現実から目を背けるための、高くつく遊びだ。稼げもしない事業に資金を投じるなら、潔く無職を受け入れる方が傷は浅い。厳しいことを言うが、誰もあなたを助けない。社会にとって、あなたはもう使い古された部品なのだ。あなたの経験も、知識も、プライドも、この市場では価値を持たない。もし、この地獄から抜け出したいのなら、捨てなければならないものがある。それは過去の自分だ。
元という肩書きを墓場まで持っていくな。今の生活を維持するだけの最低限の再就職で十分だ。金にならない場所こそが最後の居場所になる。定年は選別の始まりである。孤独に耐え、己の小ささを認め、泥水をすする覚悟がある者だけが、わずかな平穏を手にする。輝かしいセカンドライフなど、メディアが作った幻想に過ぎない。画面の前のあなた。自分だけは大丈夫だと思っていないか。その根拠のない自信が、あなたを破滅させる。会社という看板を外したとき、あなたに残るものは何か。もし何も浮かばないのなら、あなたはすでに地獄の入り口に立っている。退職後の人生は長い。その時間を自由と呼ぶか地獄と呼ぶかは、あなたの覚悟次第だ。かつての部下は、もうあなたのことを思い出さない。あなたは、世界から忘れ去られる。その恐怖を受け入れろ。その周知を飲み込め。それこそが、この過酷な時代を生き抜く唯一の方法だ。もう一度、胸に刻んでほしい。自由とは、誰からも必要とされない地獄である。地獄の中で生き残るための、現実的な生存戦略を提示しよう。期待を捨て、役割を拾え。絶望の正体は、過去の自分と現在の自分の差にある。の栄光、年収、肩書き。それらを追い求めるから苦しい。まず、君のプライドをゴミ箱に捨てろ。今日から君は何者でもない新人として、この世界に再配置されたのだ。生存戦略の第一は、小さな稼ぎと感謝を一致させることだ。高額なコンサル料を狙うのではなく、時給1000円の仕事を厭うな。誰かの役に立ち、その対価として権を受け取る。その原始的な循環こそが、肥大化した自意識を浄化してくれる。第二に、孤独を孤高に変換する訓練をしろ。誰かに必要とされることを待つのではなく、一人の時間をコントロールするのだ。図書館へ行くなら、ただ座るのではなく、一冊の本を深く読み込み、それをノートにまとめる。副業を始めるなら、金を稼ぐ前に継続する習慣を身につけろ。規則正しい生活、清潔な身なり、そして適度な運動。これらを守れない人間に自由を謳歌する資格はない。第三に、家庭内での権力を完全に放棄せよ。家の中では、君は部長でも大黒柱でもない。一人の同居人として、皿を洗い、掃除機をかけ、感謝を口にしる。妻や家族との関係を修復することは、どんな投資よりも高いリターンをもたらす。孤独の最大の解毒剤は、最も身近な人からの信頼である。最後に、年金と貯蓄を守ることに徹しろ。攻めの投資で一発逆転を狙うのは、弱者のすることだ。生活をダウンサイジングし、小さな幸福に気づく感度を磨け。コンビニのコーヒー一杯に、かつての高級は陰以上の価値を見出せるか。それができれば、君の老後は地獄から安息へと変わる。社会は君を必要としていないかもしれない。だが、君自身が自分を必要とすることをやめてはいけない。自営業の幻想も、無職の絶望も、すべては君の心が作り出した鏡だ。その鏡を叩き割り、ありのままの自分と向き合え。過酷な現実を生き抜く向きは、すでに君の手の中にある。それは、過去を捨てる勇気と、今日を生きる覚悟だ。もう一度、胸に刻んでほしい。期待を捨て、役割を拾え。